ところでエリグリさんはい。ね、アルバーニさんがお亡くなりになられたっていうニュースはご存知でしょうか？はい。ね、はい。だから今日は追悼の意味も込めて、僕がね知ってるっていうか別に知り合いでもないですけど直接知ってるわけじゃないですけどね、うんうん。普通に芸能人みたいな感じで知ってるっていう意味で、その思い出でもちょっとエピソードを交えながら語っていこうかなと思います。はい。で一応アルマーニさんっていうのを知らない方もいるかもしれないんで、うん。まあ、イタリアのねどっちかというとメンズうでスん。ーツっぽいものを作ってるっていうブランドさんですね。うん。でどうなんだろう、若い人はアルマーニってまあ、高いスーツのイメージがすごくありますね。なあんとか、ホストとか着てたイメージないですか？そうなの？なんかホストのまあベルサーチもそうですけどあなんか、ある。そうね、アメリカの授賞式うん。なんかアカデミー賞とかの授賞式で高いスーツ着てるのは大体アルマーニのイメーうジがありますけどん。ね。まあなんか映画で言ったアンタッチャブルの衣装をやったりとかしてうたんですけど、まあ、ん。ソフトスーツっていうのが有名っていうか、それでまあ一番有名かなと思うんですけうんど、うん。ソフトスーツっていうのは何かっていうと、まあなんか肩パッドとかも薄くて、今だったらアンコンって言い方すると思うんですけど、スーツ詳しい人だったら分かると思うんですけど、ちょっアンコン。とアンコンってだから芯をあんまり極力入れない柔らかい仕立てっていうのは、まあ、イタリアとかではねそういうスーツが特に南の方では、アルマーニさん南の方の出身じゃないですけど、うん。南の方のスーツは割と柔らかいのが、だからナポリ仕立てとかが流行ってるのもそうなんですけど、それと多うんうん。分似てるっていうか、それをブランドでやったって言ってもいいのかもしれないですけどね、もともとあったと思うんですけどね、そのアンコンみたいなことって。アンコンストラアンク。コンストラクションかな、うん、うん。その構築的じゃないうん。うん。で、それによってやっぱちょっとね、テーラー界の人とか力はちょっとね、評判があんまりアルマーニさんは良くないんですよ。なるほど。で僕がメンズ業界にいた時うん。の巨匠たちも何人かはすっごい酷評してて、うん。なんかであいつはどこどこの縫製工場はクビになったやつだとか言ってたんですよ。それは事実かわかんないですよ、その偉い人が言ってただけなんで。アルマーニのスーツは結構レディースライクな感じうーで、あんまりそん、の、元々のスーツの仕立てとはちょっと違うっていうことなんですかね。そうですね、プレタに近いっていうか、プレタだからね、プレタに近いっていうか うプレタ、ん。ただ青山の服とかも別に割と芯とか入ってたりするじゃないですか。うんうん。ね、で接客でバチンって言ってたんだと思うんですけど、僕ちょっとソフトスーツに向けてめっちゃ詳しいわけじゃないかうんら、そのうん。なんだろう、巨匠たちが言ってたことをこのまま伝えてるなんかうん。電書バトみたいになってますけど、うん。多分テーラー界の人たちっていうか、テーラーっていうのは構築的な服を作りたいんだと思うんですよね。うん。でそこにこそ自分の技術みたいなのが入ってるからプライドもあるし、なんか自分が一生懸命やってるもの価値があると思いたいじゃないですか。うん。ね、じゃあ実際価値があるんですよ。で僕も構築的な服が好きだし、芯入れてこうはざししてみたいな、そういうのが好きだから気持ちは分からなくはないんですけど、半分やっぱりデザイナーっぽいとかいうか、なんていうの、プレタはそんなに詳しくはないけどデザイナーっぽい部分もあるから、別にその構築的な服だけがスーツだけがスーツじゃないよねっていう感覚もわかるかうら、両方の感覚わん。かるんですけど、まあそんな感じで、あ、テーラー界ではちょっと賛否あるな人だったでするほどね、スーツ。ね。まあ、先月のね、うん、号でも言ってたその森英恵さんが作ったスーうツとかにん。も近いところがもしかしたらあるのかもしかしたらもしれない。そうかもしれないですね。それもうん。なんか開けてみないとわかんない。まあでも、あれは結構構築的な感じがしたな。なんかパッと見ね。パッと見が。森英恵さんのやつはね。そう。なるほどね。うん。うんうで、ん。まあ僕が一番アルマーニさんについてうんうんよく覚えてることっうん。ていうのは、ファッション通信っていううんうん番組がうん。あるじゃないですか。今もね、あ、放送してます。うん。今もあるんですね。ありますあります。で、今はその方じゃないと思うんですけど、うんまあフロントマンうんっていうかあれに大内純子さんっていう有名なファッうん。ション
ファッションジャーナリストとかファッション批評家だったと思うんですけど、アナウィンター的な人ですか？まあでも、そんな立ち位置だと思うんですけど、こう怖い感じ。いや優しそうでした上品そうで、なんかでっかいサングラスかけてね、いや、アナウィンターじゃん。おかっぱな感じでアナウィンターじゃん。かっこいいかっこいいで、なんか喋り方も独特だったんで、へえ。だから昔のファッション通信とか見てると多分、ああこの人なんだと思うんで、その時にどっか東京かどっかで新しい店をアルマーニが出すって、で本人来て、なんかオープン前の店をこう見て、でめっちゃこう内装とかいじってて、これはどけろとか、これは良くないからどけろとかいろいろ言ってて、そ通訳さんがわーってその VMD 担当とか内装担当の人に、いやこんなに本人が触らないってことはないのよみたいなことをちょっと慰めたりしてて、めっちゃいじってるから、やっぱこうダメだったのかなとかなんかこう落ち込んじゃうじゃん。それを見てこう通訳さんが、本人がこんなに手を加えないのは稀なのよとか言って、だから普段アルマーニさんはもっとやるってこと、そうもう全部変えろみたいなことを言ったりするって、まあ、その通訳さんが言ってて、でなんか竹を銀色に塗ったみたいなオブジェがあるんです、なんか置いてあって、なんかそれなんかめっちゃ気に入ったっぽくて、竹でバンブーを塗装してなんかオブジェあれ何なんだろうなと思うんだけどあれを見てなんかいやこれはめっちゃいいぞみたいな。バブルっぽいですよね、竹を金銀って。金ではなくて銀色でした、でこれめっちゃいいから、俺のオフィスって言ったかな、家って言ったかな、自宅って言ったと思う、自宅にも移行しいからもう一個頼むみたいなこと言っててうわデザイナー自由だなと思って気に入ったんですね。気に入ってて、でも埃とかなんていうのかな、家に置いてて、まあお手伝いさんとかいるから大丈夫なのかなとかなんか高校時代の僕はそういうのこれめっちゃ埃とかの間のとこに入っていくよなとか高校時代の僕は考えてたけど、まあ竹ってね我々には馴染みがありすぎて、まあ普通にね古い家には竹細工の3つや4つありますよね。だから日本人からするとなんとなくその竹みたいなのが、まあかっこいいもんもあると思うんですけどね、ヨーロッパとかアメリカの人が感じる竹のイメージっていうか違うんだなっていうのもクールだったんでしょうね。勉強になったなっていうのであともう一つあると、そのアルマーニと双璧をなすというか、ベルサーチっていうブランド、ベルサーチって今もあるのかな、あると思いますよね。でベルサーチさんが撃たれて亡くなった時があったんですよ、でその時に陰謀論で、犯人はアルマーニなんじゃないかってこう裏で糸を引いてたのはアルマーニなんじゃないかとかいう陰謀論もささやかれてて、それぐらいだから90年代にそのライバル関係だったっていうこと、そうですね。だからファッション通信でもアルマーニやってベルサーチやってみたいな、なんかこう、今の多分若い人はベルサーチとかちょっとなんかわかんない。そうだね、そんなになんかこう、ハイブランドっていう感じなだけで、なんかなんだろう、おしゃれっていうイメージは多分ちょっと少ないんじゃないかなと思う。レディースだとだからグッチかシャネルかみたいなそういう感じ。だからただその時は割ともうわーって感じだったんで、メンズだとそうですね、そこがしのぎを削って30年ぐらい前の話ですけど、はあなるほど、まあ僕の記憶が改ざんされてなかったら大体正しいこと言ってると思うんですけどそんな感じで、じゃあそういう感じでみんな銀色の竹を見るとアルマーニさんを思い出してください。こんにちは、三つ穴熊服飾図書館 PR 担当のえりぐりです。館長の三つ穴熊です。大阪の北浜にある服飾に特化した図書館の三つ穴熊館長と一緒に服飾のことはもちろん社会や文化哲学などささやかなことからどうでもいいことまでいい加減に考えていくポッドキャストです。毎月月末のプレミアムフライデーの朝7時頃に配信します。お便りも募集しています。概要欄のメールアドレスへお気軽に送ってください。今回はね、初のゲストが来てます。ほう。
ゲストっていうかまあ身内なんですけど三つ穴熊図書館監査担当の毛回しさんです。こんにちは。監査担当の毛回しです。あらかわいい何これ厳しい監査で有名な毛回しさんですよ。でね、はい毛回しさんはねうん実はもう一つ役割があってうん貯金も担当してるんです。貯金も担当してるんです貯か？金も担当図書館の。図書館の貯金を図書館の図書館のではない図書館ので図書はない館のではない。貯金という概念を担当してる。概念をそう難しいことあまりにもその館長にはい貯金の概念がないので、ないですね。ないから毎回池前さんと一緒にうん、館長大丈夫かなって言ってるんです。そうですね。僕貯金しないですね。基本的に。衝撃だよね。貯金をしないと言い切れるところが衝撃ですできないじゃなくてしね。ない。そう、できないんじゃない。しないんです。しないですね。まあ一応できたことがあるんで、ただ来たことがある。目的があった場合は貯金がします。なるほどね。なんか例えば専門学校に行く学費を貯めるとかね、若かりし頃は必死で働いて貯金しましたよ。最高額聞いてもいいですか？だから専門学校の時の貯金の150万です。おお。自己資金ゼロで家買ってますからね。だって僕。え？だから頭金ゼロで家買ってますよ。ローンだけで？ローンだけで。そんなのできんの？できましたよ。それは正当な手段で。正当な手段だと思いますよ。わかんないけど。わかんない。なんか良くない力が働いてとかではなく。わかんないけど、僕は良くない力は働かしてないんですよ。不動産屋さんが勝手に働かしてたらわかんないですけど、少なくとも僕は何にもしてないっていうか。館長の意思ではなく。ない。なんなるほどか変えたぞみたいな。変えたぞ。変えるものなのですね。いや初めて聞きましたね。私も初めて聞いたんですが。こういうね生き方ができるんだっていうのは館長に出会って初めて知りましたよ。それはそうです。一応不動産屋が言うには、諸経費みたいなのは本当は現金っていうかで持っててほしいって言われましたけどね。でもないって言ったら、なんかいけましたよ。なんかいけましたで家買えないんです普通。すごいな。まあということでね、まあ今回は貯金についてちょっと話すというか、ちょっと館長のお考えを掘っていこうかなと思ってるんですけど、そもそもちょっと貯金っていつからみんなし始めたのかなっていうのをちょっと調べまして、実は日本だと江戸時代とかも裕福な人は貯金してたけど、商人とかね、結構お金がある人は貯金したり、まあ貯金っていうよりは投資の方が多かったみたいなんですけど、証券にしてね、庄屋に預けたりとか、庄屋なのかわかんないけど、でも一般庶民の町人とか農民とかはやっぱりそんな貯蓄するほどの収入もないし、したところでやっぱまあ火事とか泥棒とか今よりも多分多かったと思うので、そんなんで焼けたらねどうしようもないし、あとは持ってても仕方がないみたいな。そう酔い越しのお金は持たないっていうような文化もあったみたいで、あんまりその文化的にもなかったし、そういう貯めようっていう考えもあんまりなかったみたいなんですね。で、いつから日本人総貯金なんか文化ができたのかというのはやっぱ明治維新からみたいです。で明治時代になった時にやっぱり国を強くしてもうできるだけ早く強くするにはお金がいると。でもお金ないと。でなった時にそうだ民草から集めようってなって作られたのが郵便貯金制度だそうで、でそれでやっぱ一番びっくりしたのは中央銀行とか民間銀行よりも早く郵便貯金制度ができたらしいんですね、日本は。そうだからその時にやっぱ国が主導してみんな貯金してくれって言って、そこから30年ぐらいでその日本の全貯金の3割がゆうちょになったらしいんです。すごいな。すごい。でそこから結構みんなやっぱ貯金するこうなんていうんですか、こうマインドが醸成されたらしい。かなりうまいことやってないと、今まで貯金一切しながら、まあ多少ね、なんていうのかな、明治維新の後、国強くするために豊かになっていくんで、産業構造がどんどん豊かになっていくじゃないですか。それで
なんで余剰資金っていうかができるから貯金するっていうのは自然なことっちゃ自然なことだけど、今まで貯金してなかった人たちがいや思惑通り動いたっていうのがすごいなと思って。確かにうねん、だってすぐに使いたかったらすぐ出すから貸付騒ぎとかが起こったりもする可能性もあるじゃないですか。だから結構なんかギリギリの線を攻めていったんだなと思うとそうですね、まあでも本当になんか少額だったみたいですけどね。であれですよね、戦後はそのなんだっけ、丸湯、あ、そうですね、丸湯制度って僕が、私知らなかったです。僕がね子供の頃なんか親が丸湯って言って利子が、今だと利子に何パーセントだったっけ取られてるじゃないですか、20% かなんか取られてるでしょ、例えば10円の利子が入っていたら2円とか多分引かれてると思うんですけど、ただみんなあんまり多分利息分のに対する税金が安くなったからってどうなんだと最近の人たちは思うと思うけど、ちょっと前までってほとんど利子つかなかったから、でもそうだね、私たちすごい、でも昔は 5% とか全然ついてたんで分かんないもの、年間100万円入れてたら5万円ついてくるとか、夢みたいな話ですからね。だから 0.0 何パーだもんな、あれだから1、2とか。だから 5% の5万円の 20% 取られると1万円取られるわけですよ。それが取られないってなると結構350万までなんかいろいろなんかやると900万ぐらいまでいけたらしいんだけど、まあ一応350万まで非課税だったっていう今の NISA みたいなのの貯金版がやってて、で NISA の立て付けっていうのは多分丸い湯にのっとってやってるんじゃないかなっていう予想がされてます、まあ僕が知ってるというか偉いなんかそれなりなちゃんとした人がそう言ってたって感じかな。まあなんか結構だからやっぱりみんな貯金するのが当たり前っていう感じではありますよね、そうですね。だからね、そんな中でね、そう館長は、いや僕貯金をね全くしないっていうのは多分僕もちゃんと自覚してるのは若干その自分の生活に対する不安のネジが結構抜けてるところあると思いますそれはそうですね、でただなんで貯金のね効果って何かっていうと不安の解消だけしかないんですよ。突き詰めていくとそうかもしれない。なんかだから僕が言ってる貯金っていうのは何かやるためのお金を貯めるっていう行為はいいと思ってるっす。意味がある貯金だと思ってて、だから学費のためにそうとかなんかこう家買いたいでもいいし新しいことを始めるために貯める、ちなみに家はねさっき言ったように自己資金ゼロで買えますからお金貯めてないんだよな、でも車買うとか何でもいいけど、なんかローン組めないようなものを買う時とかには貯金って多分必要だと思うんですよね。ただその不安を解消の額ってちょっと過剰に見積もりすぎなのかなと、なんか平均的に。そうですよね。なんか最近、ほら老後2000万問題があったじゃないですか。それとかもあれとか遠い話ですよね、結構。そうなんですよ。難しい。で、諸悪な根源は諸悪の根源は聞きましょう。FP だと思うんですよ。ファイナンシャルプランナー。やつらはお金のプロですけどね、一応肩書きというかあれは。やつらの説得材料っていうのは40代のこれぐらいの男性女性だったらこれぐらい貯金がないといけませんよとか、例えば30代だったらでその50代に向けてとか60代に向けて老後に向けて積み立てていきましょうって言ってるけど、あれって平均なんですよね、あくまでね。で全部のなんかいろんなお金の平均とか取ってってるから、そんなやついないやつに対してそれをベンチマークに言ってるんですね。全部の平均のやつなんかいなくて、いないですね。それはそうです。だから、夫婦2人に子供2人で、毎年海外旅行に1回ぐらい行って、外食は月に5回ぐらいでみたいなのが、こういうなんかなんていうんですか、型がある。でそんなやつほとんどいないわけで、平均を全部集めてたら誰もいなくなるみたいな話で、
でそれに洗脳されてると思ってて、うんだから人によってあーそれはうんうんうん不安を解消する金額って違うんですよそ。れは絶対違いますね、で毎月ランボルギーニを乗り換えたいっていう人、俺はもうそれがもう生きがいなんだっていう人がいるとやべえやつねやばいやつだけどそんな平均的なんかもう無ですようんね。うんまあまあまあでそれはそう逆に言うと俺はもう家も親から譲り受けたものがあって、うんもう楽しみもずっとネットフリックス見とくだけでいいんだみたいなやつがいると、もうランニングコストほぼゼロで、まあネットフリックス代と電気代ぐらいなんでまあ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 、そいつに老後2000万いるぞとか言ったって説得力に欠けますよねでしょうんだからちゃんと自分のがなんていうの自分の欲望っていうか、うん自分が何がしたいかっていうとかどういう風になりたいかっていうのをイメージしないと不安を解消する貯金額っていうのも多分、まあ、僕みたいなゼロはちょっと本当にネジがちょっと外れてると思うんですけどゼロはね、うんそうですねいくらあってうん、 1億あっても不安な人は多分不安だしだからその自分の生活っていうかどの生活かその生活自身もそのなんだよな FP 的なうんものに洗脳されてないかっていうのを一回ちょっとフラットにしてみた時にあーそんないらないんじゃないのと思って、あーまあ、うんその不測の事態ってその災害にあったらどうしようとか、病気とか、うん難病になったらどうしようとか思ったら無限にお金かかりますからね。そうっすよね無限にかかる。まあだからどれぐらいにするかっていう。僕はそんないらないまあ勝間さんとか勝間和代さんとかは半年分の生きていけるぐらいは置いとけって言うからまあ勝間さんでうん半年なんか異論がありそうですいや半ね。年1竹増さん年一年分、半年1年分が多分一般的に言われるのどっちかが多分そうね一番多い多い。うんまあでも安定だけを求めればさ日本にはすごいいい制度があるじゃないですか。生活保護っていう制度があるからおーあれ一番安定するじゃないですかもまあね触れることは一切ございまう、せん、だからみんな安定が欲しいんだったら生活保護に行くべきだしそうただなんか使いにくいのありますよね。あまあねその全旅行行けない財とかね産はたかないとダメじゃん。あそうねなんか、うんなんで預貯金がいくら以下じゃないととかか。車もね地域によって没収されるだとか、持ち家がどうとかいろいろね、でももうこう安定はするよねっていうかね本当にブレることなく一定金額が毎月振り込まれ続ける、上がりもしないし下がりもしないって下がりもしないしいうまあなんか最近下げるとかあるけどままあ餓死しない程度に人間が生きていける程度の安定はしますよねあだから安定はもう確保されてるから簡単に言うとうんまあだからこの間も言ってたけど体が弱いとか強いとかもあると思うんう、多分僕はこんなガリガリですがうん体が強い方うんもしくは自分が勝手に体が強いと思ってるんだと思う、その俺は強えぜとか思ってないですよ、なんか生きていく上で頑丈な方であるぼやっとだけど体が強いと思っててだからまあそれも関係するから、まあ、一概には言えないんですけど、まあ、なんていうの若い時のお金の老後の2000万と、20代30代の2000万だったら、どう考えても20代30代の2000万の方が僕は価値があると思ってるんですよ。それはもちろんそれも個人差ありますよ。50代から何か成し遂げたりとか60代から何かこう思考も円熟してきてなんかでっかいことができるっていう人もいるけどもう70代とか80代になったらさすがにさ焼肉も食えないし、焼肉を食えないしそんなフランスのコース料理も最後残すでしょみたいな、ね、なるんでまあそのやっぱり若ければ若い時にできるだけ投資した方がその生涯に賃金は上がるとは言いますよね。そうね、そうだから FP 的な考えでも、若い時の1円と年いった時の1円っていうのの価値を補正をかけないと全部だから1円の価値を年代で価値付けを変えないとそのなんていうの FP 的な思考で考えたとしてもあんま意味ないじゃないですか。80代の100万円と10代20代の100万円を同じ価値って考えてる時点でそこにズレが出てきてるはずだからそこの補正もかけてあげないとなんか
彼らが言う論理的な何かっていうのも変わってくるよねっていう話です。めっちゃ FP 的に回しますよね。そうですね。今日もう絶対この図書館敵に回したすごく来てくれないよね本当。正面から敵に回した今日は結構行きますね。僕 FP なんで嫌いなんだろういやね。言っちゃったよ。言っちゃった嫌いって言っちゃったいや僕こないもううんまあ関係ない話するけど、うん電話かかってきうて、ん最近無料で受けれますみたいな。でそういうのは人に相談することじゃないのでって言って断っちゃいました。なんだそういうのはいちいち人に相談するもんでもないと思います断り方よ。いやまあ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 言わんとしてることはわかりますがだって僕が何か好きなんか彼ら知らないじゃんだって思って。どういう生活スタイルなのかもそう何に価値を置いてるかとかも分かんないし、分かんないですからねじゃあ絶対さ館長のさ、財政状況を知ったら批判されるの分かってるしね。多分貯金ゼロとか大だよね。って言わ相談れますよ時間全部否定と説得に回されそうまあそういうでこの話でよかったのか。まあいいじゃん。まあまあとりあえずだから、まあ今のね日本で、まあ一応生活保護とか、まあ、受け入れる人、まあ外国の人とかはまた違うかもしれないけど、まあ、一応なんかまあ最後の最後には一応セーフティーネットはねあるんで、まあ一応ね、一回やってみて、まあ一回生活保護受けてでまたそれで落ち着いたらやり直してっていうことも一応できる社会ではありますよね。そうですよ。まあだから平均と比べるっていうこと自体がもうその群れとして見る場合には統計ってすごく役に立つし、なんかいいとは思うんですよね。だから大規模な政策する場合とかに統計っていうのは大事だけど、個人の人生と統計ってほぼ無関係だと思うんですよね。まあねそれはそう、だからあんまりもうみんな平均とか考えずに楽しく生きていこうぜみたいな雑な結論みたいな結論ね楽しく生きていこうぜ、でも館長は貯金に今勤しんでるんでしょ。今勤しんでる貯金今めっちゃ貯金めっちゃ貯金めっちゃ嘘だけど貯金しようと思ってますよ今。しちゃうんですかこんだけ言っといて。はい。何買うんですか。とりあえず焙煎機を買いたいなと思います。いくら？70万プラスなんか変圧器で8万とか。変圧器までいるの？でも僕が買う頃にはでもさまたなんかいろんなそうか変圧器がいるってことは諸外国はさらにね、インフレだからさなんか100万とかになってる可能性があって一生買えないとかなるかもしれない70万と変圧器でいくら？まあ80万ぐらいじゃないですかね。まあなんか他いろいろいるかもしれないけどそう買えばいいじゃないですか。じゃあいや貯金ゼロなんで買えないじゃないですかそれはなんかそれを貯めてる間にもうコーヒーへの熱が冷めている可能性はない、その時はまた別のことに使えばいい冷めてる可能性もありそう、いやまあねで館長の貯金と参考文献を紹介してください。そうなんですよ。大体ね僕がこう思ってたことが書いてあったんですけど、まあ一部ねなるほどと思うことが書いてあったんで、この坂口恭平さんっていうねもう5万部多分10万部ぐらい売れてんじゃないかな今わかんないけど、生き延びるためのジムっていうねこれ漫画なんで、まあ、小説も出るとか小説っていうか活字の本も出るとか出ないとか言ってるんですけど漫画なんで一瞬で読めるんで一回まあそのままねこのままこれ書いてる通りにやってみてもいいのかなと思うんで、そうなるともうちょっとって別に僕がお金に対してすごく何か分かってるやつでもないんで、もうちょっとお金に対して分かるかなとか言い出しそうになりましたけどどんな内容なんですか？まあなんかこうジムそのアーティストとかクリエイターってなんか破天荒な感じでやってきゃいけるでしょみたいなイメージっていうか思うけど、イメージ事実そうな気もしますけど、これまでもね何人か出てきましたね、そのポッドキャストのうちの中身でも破産したデザイナーが何人かそうですね登場してましたね。でも結構こううまくいった人の裏側にはちゃんとこう事務作業っていうみんながイメージしてるジムというよりはこれを
ちゃんとやるとか、どうやって生活をしていくかとか、まあトゥードゥーリストとかタスクみたいな、のに近いことをちゃんとやってたとか、そういうことが書いてあるっていうか、まあ、ちょっと今の説明だと読んだ時に印象変わると思うんですけど、そこまでこのなんだろうビジネス本っぽくは全然なくて、なんかだから7割ぐらいは僕が考えてたことと近かったですよね。ミニマムでどれくらいで必要なのかとか。だから生活、例えばやりたいことがあるんだったら生活をできる額をちゃんとそれだけをできるだけ短時間で稼ぎ、あとは全部創作の方にやるみたいなこととかは書いてあったけど、その時にやっぱり僕なんかいろいろ考えちゃう人なんで、そこがシンプルにできると思うんで、なんかこういっぱい考えちゃって動けなくなってる人にはいい本かなと思って。ケマシさんにおすすめですか？ケマシさんはどうですか？いっぱい考えすぎていっ動ける。ぱい考えすぎて動けないまま何年経ちましたかね。じゃあおすすめかもしれないですじゃあ贈呈してください。ありがとうございます。はい。読みます。図書館ニュース。はい、今月の図書館ニュースは何ですか？今月は、まず開館日がちょっと減ります。変わります。なんだって？あらあら、まあまはい。金土日に、まあいろいろ理由があるんですけど、金土日の13時から18時までにちょっと短くなりましたけど。なるほど。まあそれは理由は、まあ、いくつかあるんですけど、まず月曜日と、木曜日は学校に行ってるんで、もともと休みだって。で専門学校に行かないといけない日が行かないといけないって言うとなんか嫌みたいな感じじゃない。行きたい日が行きたい日が行きたい日が勝手に行くわけでもない。行きたい日がはい行きたい日が火曜日になったんで、うん火曜日に行くので、その日も図書館できないんで、おだからまあそしたら前の4日間休みにして、あとまあ1日ちょっと自分でデザインとか起こしたりする日に使いたいなと思ったんで。じゃあ最近結構復職意欲が高まっておる。そうなんですね。復職意欲が高まってます。高まってますよ。過去最高に。過去最高かもしれないな。いや、過去最高ではないでしょ、多分どう考えても。そうなの？いや、なんかね、やっぱ脳のリソースと復職ってすっげえ関係するな。ものを作るのと脳のリソースって関係するなと思って、真剣に作れば作るほど脳のリソースが関係するなと思ったんで、脳のリソースがちょっと軽くなったんですよ、最近。なんで？コーヒーのことばっかりずっと考えてたんですけどね、コーヒーの焙煎のことが。なるほど。それがかなりこうなんていうかベースが固まっていうかこれを標準に、あとはちょっと微調整をしていけば、豆によって微調整していけばいけるっていう標準が固まったんで、飽きたって言いません？そういうのっいやて。いやいや飽きたんじゃなく、本当に鍋の焙煎で、こんなにクリアな味が出るんだっていうぐらい、多分そこの辺もう、いや僕が一人ではないけどいろいろ飲んでもらってるけどにしても、いやこれはその辺のコーヒー屋のやつよりかはうまい気がしてきた気がしてきただけですけどね。もう満足したってことはある程度。そうですね。なんかもう売り出す方向に次はちょっと。それで焙煎機を買うんですけど、買いたいんだけど、手鍋も続けていきたいっていうか、手鍋のやつと焙煎機のやつと2つ出して。それを全部やめたらもっと復職できるんじゃないの？できると思います。なるほど。間違いなくできると思うんですけど、だから人生の集大成みたいなとこに向かっていく時に、なんか世界に散らばったパーツが最後集まってなんかなるっていうイメージで生きてるんですよ。だからなんかいろんなことやって最後これがグー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 っと、だからなんか言うよ。いやこれで僕すごい適当に言ってるわけじゃなく、僕の世界観として人間は、個人は自分の欲望に従って生きれば人は多様だっていう僕の世界観があるんですよ。はい。
だからできるだけ欲望を抑えずにやっていきたいなって思ってるわけです。うんうんだからみうん。んながその最近似てるように見えるのはなんか社会の規範みたいな、まあ規範も大事ですよ、規範もあった方がいいと思うけど、規範によりなんとなくこう同じような人間が出来上がってるけど、本当にみんなが自分の欲望に従って生きると服装とかうん喋り方とか髪が、まあ喋り方ってコミュニケーションのあるからある程度一致しないとダメだけど、あの髪型とかいろんなものはもっと多様だと思ってるんで。まあ難しいですよね。だからうん文化が先か人間が先かっていうのそうは。そこがあるからいろんなことをちゃんね、本当は服飾だけはやった方がいいってめっちゃ言われる僕。めっちゃ言われますよ。めっちゃ言われるけども仕方がない。仕方がない。やりたいんだもん。でも多分まあやりたいことはそうね。他あることはいいことだからそうで最後グーグーっと集まってこうなんかすごいことになるんですね。なんかこう60ぐらいの時に。6070で人生のマスターピースみたいなのがこう最後傑作が出来上がるのかなもうすごいものが生み出されるわけ。と思ってます。そのこれまでの道のりの集大成がそうわかりました。はい。はい、もう一つお知らせがあるんですよね。はい。ポップアップの日付が、変わりまして、前回告知しました僕たち、したと思います。ね、ちょっと日付が訳あって変わったんで10月10日からです。もう一回じゃあ全部紹介してください。しのぶ小ヶ谷さんって前回もここでポップアップ5月にしてくださったんですけど、また10月に次は、デニムを作られておりますね。あとはなんか日付ですね。日付は10月10日から10月12日までの3日間です。10月10日、11、12で。で、ちょっと時間は10日は14時から18時。10日は14時から18時。で、11日と12日は12時から19時までです。はい。で、その日は図書館も入場無料。入場無料ですね。ちゃんとなんか本をなんかゆっくり読めるような状態かわかんないんで、まあなんか接客とかされてたら、多分うるさいって言ってたら変だけど、まあもう音がしたりするんで、まあなんかスクエア端末でのスマホカード決済現金払いかみたいなので、あとその日に持って帰れる商品と受注生産のやつがあるらしいのでってな感じです。デニムのボトムスですか？両方？ボトムスがほぼじゃないですかね。多分僕が知ってる限りは。まあ新作はちょっとまだ見てないのでわからないですけど、ジーンズですね。ジーンズですね。はい。でもジーンズって言ってもなんか思い描いてるジーンズとはちょっと違うのかなとは思うんで。一回見に来てもらってね。そうですね。図書別館もねにこう購入しなくてもっていうと大家さんに怒られるかもしれないですけど、なんか賑やかしに来てもらっても全然ついでに図書館こんな感じかとか、あとね、ただでっていうか、これはもう営業じゃないですよ。営業じゃなくて、単に僕が本当に僕のコーヒーが美味しいのかどうかっていうのを査定したいだけなので、善意のコーヒーが出ますんで、合言葉は？ところでコーヒーはって言ってもらえればコーヒー出しますんでね。感想とかめっちゃ聞くけど、まあそれだけお願いします。根掘り葉掘り聞聞かれるんですね。別にコーヒー詳しくない人も全然なんか興味本位で来てくれればありがたいです。わかりました。あとですね、来月10月なんですけども、大阪の、中之島公会堂ですの中集会室集会室っていうのかな、で糸編の祭典っていうイベントがあるみたいで、そこに館長と遠足に行きます。はい。10月7、8とやってるんですかね。そうですね、なんかテキスタイルとか、まあテキスタイルなんですけど、生地なんか新しい生地とか珍しい生地を作ってらっしゃるブランドさんとかメーカーさんが出店するみたいなので、なんかそういうの好きな人とか行ったらいいんじゃないかなと思ってます。我々は8に行くんでね。はい。もしあれだったら会場で、でも顔とか見せてないから誰かわからないか。いやわかるでしょ、館長もわかりますかね。透明にわかるんじゃないですか。いやさすがにでも音声だけなんでわかんないんじゃないですか。いやわかる。じゃあ特徴、じゃあ館長の特徴を聞きましょうか、ケマスさんに。特徴そんな無茶ぶり。細身。細身で。細身。
でももうなんか見たらそれとして認識されてしまう気はわかるよね。なんか特徴でポンポン上げるよりも見たらああ、多分うんあの人だ図書館やってそうみたいな。なると思う。本当ですか。なんか雰囲気ただものじゃない感。そうですか。だからまあ声かけてくださればね、で我々はだから11月のうん週ポッドキャスト10月のポッドキャストか、うんうん10月のポッドキャストはこの一等編の総評というか総評っていうか偉そう総評偉そうだな偉そうすぎるなするんだ。なんていうんですかね、こう感想部。感想戦みたいなのをやっていくみたいなね感じで。ね、触れなかったらさせていただいてですね。はいはい。だから会場でハイタッチしてくれますかあったら。はいハイタッチします。でもそこでところで小岩って言われても出せないですからね。それは本当に申し訳ないね。それ持って入っちゃダメですよね。そうね、ここねはい。でもこれ楽しそうなんですよね。本当にインスタグラムのアカウントがあるんですけど、アカウントが一等編の採点で出てくると思うんですけど、いろんなブランドさんとか、あとデザイナーさんでもコメント寄せてたりとかして面白そうなので、ぜひ一回見てみてください。手前さんどうでしたか？初めて収録として喋ってる2人を見るのが新鮮でとても面白かったです。今日僕ちょっとテンション高くないですか、なんか。手前さんいるからじゃない？ですかね。監査だからね。監査だからね。ちょっと緊張してる。緊張してて。緊張してる監査入ってるから今日。じゃあ今月はこの辺でおしまいです。YouTube では服作りに関する動画も作っていますので、そちらもぜひご覧ください。来月の開館日は Instagram、Google マップでお知らせしています。服飾関係の方も服飾関係ではない方も三つ穴熊服飾図書館にどうぞお越しください。じゃあ、けましさんありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。さようなら。